前テレビ錬金 TV のボスケです。いや、実はね、この格好、前のね、ビクセンガテラの紹介の時とね、全く同じ格好でして、実はこれをレビューした後ね、そのまんま引き続きやってます。ちょっとね、時間をね、たくさん取れたのでね、一気に双眼鏡レビューもね、片付けちゃおうって言ったらなんか、やっつけ仕事みたいなんですけれど、双眼鏡レビューもね、コツコツとね、進めていこうと思ってます。何せね、ちょっと最近私ね、忙しくってね、本当なら3月中に双眼鏡を一通りね、紹介したかったんですけれどね、今日実は3月31日、もう3月の最終日になってしまいました。ということで今回紹介するのがこれ、キヤノンのね、10倍 30mm。キヤノンの双眼鏡っていうとね、今ラインナップにあるものはね、全て防振です。防振にこだわったメーカーです。で、特にね、この形状、あまりね、防振双眼鏡の中でもね、見慣れない形状ですよね。こんな感じ。実はね、これ、他のね、防振双眼鏡と違って、ポロ2型というね、あまりない形式のプリズムが入ってます。でね、ポロ2型っていう形式の双眼鏡は、採用する主な目的はね、ポロ1型では得られなかったね、見かけ視界。それをね、低倍率でもより広く見ることができます。実はね、ポロ1型で低倍率の双眼鏡を作ろうと思うとね、結構ごっつい双眼鏡になってしまうんですよね。例えば、正月寛成さんのポロの双眼鏡ってどれもね、結構重くてずんぐりしてるじゃないですか。けれどね、その代わり視界が非常に広い。それがね、正月寛成さんの双眼鏡の特徴なんですけれど、どうしてもね、1型でやってしまうと、そういうね、重い双眼鏡ができてしまうんですけれど、防振双眼鏡って、ただでさえ中の構造がね、重くさせる要因がたくさんあるので、ポロ1型でね、防振の双眼鏡を作ってしまえば、こんな物ごっついね、双眼鏡ができてしまうわけなんですよ。ということでね、キヤノンはね、ポロ2型というものを採用されています。ポロプリズムがね、接眼レンズに結構近寄ることができるので、低倍率ながらも高視界が得られる。そこがね、メリットですよね。ですので、このキヤノンの防振双眼鏡、実はね、実視界が広いです。と言いながら、ここにはね、スペックが書いていない。本体にね、スペックが書いてほしいですよね。とりあえず、スペックはインターネットで調べてみます。はい、なんとね、実視界がね、6度もありました。こっちのね、ダハタイプだとどうしても10倍だと5度までがね、限界だと思うんですよ。ただ、キヤノンの防振双眼鏡は、それがね、6度っていうことは、特にね、見かけ視界の広い高視野でね、見たいっていう方にはね、非常におすすめなわけなんですね。特にね、天体観測される人っていうのはね、結構ワイドで星がね、バーって見えると、やっぱりね、見た目で非常に宇宙の中にいるっていうね、感じがしますので、とても迫力があってね、楽しめます。ただやっぱりね、30mm クラスになると重さはね、多分一番重い感じになりますね。だいたいこれで 600g ですので、この間紹介したね、サイトロンの 40mm クラスと同じ大きさになります。10mm 違うんですけれど、重さは同じっていう、ちょっとね、そこら辺がデメリットかなとは思います。あとはね、使用する電池はね、単三電池2本です。単三電池2本をね、このように縦に入れます。でね、これはね、初代 IS のタイプなんですけれど、今 IS2 という機種になってます。ちょっと連続使用時間が長くなって、連続9時間です。9時間まで持ちます。ですのでね、駆動時間としても、ちょっと他のメーカーよりは短め。例えばビクセンやフジノが10時間、サイトロンは30時間だったのが、このキヤノンは2本で9時間。ちょっと電池寿命的にも他のメーカーよりは短めにはなっています。ただね、9時間があればね、1回コンサート行ったら電池がなくなっちゃったっていうようなことはね、ないかと思います。そしてね、あとアイレリフはね、若干短めですね。アテラの 17.5mm に比べると 14.5mm、3mm ほど短くって、で、さらにね、アイカップがツイストアップではなくってゴムみ口ですので、メガネをかけてみたいなと思う人はね、このゴムみ口をポッとね、折らないといけないですし、折ったところでね、14.5mm ですので、メガネの形状とかね、あと骨格により前景が見られない可能性は大です。どうしてもね、キヤノンさんの双眼鏡は一番防振双眼鏡の中でもね、いち早く取り入れてるメーカーですので、ちょっとね、設計はね、いろんなところで古さは感じますね。ですので、こういう新しい設計の双眼鏡に比べると、ちょっと手こ入れしなきゃいけないなっていうところはね、これらの通り散見はされます。それらのね、設計の中でも特にね、なんとかしてほしいなと、ユーザーの中からね、よく言われているのがこれです。防振ボタン。実はね、この防振ボタンをね、押し続けないと防振機能が働かないので、持っていただければね、もう実感していただけるんですけれど、
なんかね、疲れます。まあ別にそこまでボタン自体がね、重いわけじゃないんですけれど、でもね、やっぱり見てるとね、そんなに力は入れてないつもりでも、これが徐々にね、負担となってきてしまうんですよね。まあですのでね、このボタンに関しては、まあコンサートマニアの人からはね、なんかここにゴムバンドをつけて、これをね、ホールドするような、そういうアイテムをね、自作して持ってったりする人もいるみたいです。まあ、ただもうちょっと大きいクラスの双眼鏡になると押して離してもね防振機能が持続するタイプもありますので、まあそういうものだったら問題はないかと思います。ということでね、この双眼鏡も後でね外に持っていきますので、それでは行ってきます。着きました。日清市にある平成展望台ですね。結構ね、階段が急でした。ここまでね、普通なら息が切れないと思うんですけれど、まあコロナ禍でね、運動不足っていうところがありますので、息がね、だいぶ切れてます。夜になればね、あっちにね、夜景が綺麗に見えます。基本はね、自然の中の展望台ですね。さて、ここでね、キヤノンの 10x30mm ISO で使って撮影したいと思います。このね、10x30mm はね、キヤノン全体かもしれないですが、ピントリングが重い。ちょっとね、このつかみで、このなんかピントリングの細さで、中指で捕まえたとしても、ちょっとね、重い感じがしますね。それでは覗いてみます。今ね、これが手ブレオフにしている状態です。まあ、倍率が10倍ってこともあって、そこまではね、揺れてる感じがしないんですけれど、やはり小刻みには揺れてますので、ここでね、防振スイッチをオンにしますと、ガシャン。ただ、見口がゴムでね、ぐにゃぐにゃしているので、非常に入れにくいです。防振双眼鏡ってね、ただでさえ、ね、この瞳が揺れて、非常にね、入れにくいんですけれど、像は広いんですけれど、まあ見かけ視界は広いんですけれど、やっぱ周囲は、一番周囲の方はね、やっぱ数手ですね。なので、人によってはね、いらない範囲です。見かけ視界が広い方がワイドになってね、いいよっていう人は、これでもいいかもしれないですね。まあ実際は役に立たない範囲だとは思います。色再現性っていうのが、あまり良くはないですね。今日はね、黄砂が飛んでるんですけれど、それ以上にね、ちょっと空が黄色く見えちゃいます。なので、青空がね、ちょっとね、緑色に見えるんですね。これは何かね、コーティングの仕業かなとはね、ちょっと私は思ってます。多分ね、コーティング、今のね、IS2 になっても変わってはいないと思うので、まあ、この傾向は今も一緒だとは思うんですが、ちょっとそこは気になりますね。中心図はね、とてもいいと思います。はい。